ポケモンゆっくりスクールにようこそ。部長のレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今回から立ち絵の方を変えさせてもらいます。理由は動きが増えたからさらに私が可愛く見えるでしょ。せっかくいい理由が台無しじゃん。まあ脇巫女も健在だから慣れるまでよろしく頼むぜ。相方を脇巫女扱いしないでください。それはさておき、今回はポケモンキャラの中でも少年少女なのに強いキャラを紹介していきますよ。一体どんな天才児たちなのか楽しみだぜ。もし面白そうだと思ったらこのスクールに入学してください。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは授業開始です。さて、まずはじめに紹介するのはポケットモンスタールビーサファイアに初登場したキャラクターのフートランです。名前の由来はおそらく蘭科の植物風蘭。エスパータイプのポケモンの使い手で、方園地方の特サネジムのジムリーダーなんだよな。そう、勝利するとマインドバッジと瞑想の技マシンをもらえます。双子の兄弟で、男の子がフー、女の子がラン。彼らの親でさえたまに間違ってしまうくらい似ているようですね。間違えて、水着を逆にしてしまったりとかありませんかね？すぐにそういう思考になるよねこの人。二人で共にジムリーダーを務めていて、第3世代から新しく追加されたルールであるダブルバトルで戦うことになります。二人で一人なだけあり神伝心で、会話の時でも一つの文章を二人で交互に喋るんですよ。ちなみにランが姉で、フーが弟。これはアニメで初めて判明し、ずっとゲームでもその設定かどうか不明でしたが、ついにポケモンマスターズでも同じの設定であることが明かされ、公式設定と判明しました。へえ、ランが姉ってことはラン姉ちゃんって呼ぶのかな？その呼び方はコナン君だけです。ブラック、ホワイトにでも PWT に出場する形で登場するのですが、フーとランは別々に出場。リメイク作であるオメガルビーアルファサファイアでも双子ならではのコンビネーションを披露していますね。1画面に複数のセリフを表示できるようになった仕様変更に伴い、リメイク前では交互に表示されていたセリフが同時に画面に表示されることも。公式イラストとか戦闘開始直前のアクションでは息の合ったポーズを決めてかっこいいよな。また、エピソードデルタクリア後にミナモデパートの模様替えグッズ売り場に行くと、フーとランが特サネ宇宙センターの職員に買ってもらうおもちゃを選んでいるところを見れます。同伴している職員によると、二人には好きなおもちゃを買ってあげる代わりに、宇宙センターの研究や実験に協力してもらっているらしいですね。正直研究員の方安上がりだと思ってるでしょ。コメントしづらいのでやめてもらっていいですか？それにしてもおもちゃが欲しい年頃でよくジムリーダーを務めているよな。ちなみに、エメラルドではまさかの超強化を施して帰ってきました。ネンドールが自身連打してこちら2匹にダメージを与えてくる上に、相方のネイティオはタイプ相性で自身を無効化しつつ、怪しい光や日本バレなどやらしい戦法を仕掛けてきますよ。いやバトルもめちゃくちゃ息ぴったりやないか。ですので、ルビサファのように軽い気持ちで挑むと高確率で返り討ちにされますね。ちなみに2匹目のソルロックとルナトーンはルビサファ時代とレベルも技構成も同じ。そのためおそらく1匹目の方が強いですね。ですが、日本バレ状態だったり消耗してると思われるので油断してると倒されることも。対策として水タイプをしっかり育てておいて、波乗りで倒すか、ミナモデパートで買える吹雪を覚えさせておきたいところだな。私はスロットに全てお金注ぎ込んだので買えなかったんですよ。まさかのポケモンでもボンビーかよ。さて、次に紹介するのはポケットモンスターブラックホワイトで初登場したキャラクターのアイリスですね。2年後のブラック、ホワイト2では引退したアデクに代わって、新たなチャンピオンとしてなんと子供ながら就任しました。シリーズではシロナに続く歴代2人目の女性チャンピオンであり、またおそらくですがグリーンを抜いて歴代で最年少のチャンピオンでもあります。いやグリーンよりも最年少って天才児すぎでしょ。こちらではセリフ中に漢字が使われていて、やや成長したことがわかりますね。思い出リンクのシャガの話によると、竜の里で出会ったアイリスはチャンピオンを目指していて、アデクが退いた後のチャンピオンの座を継ぐ形になりました。アイリスの特徴としては小柄で、健康的な褐色の肌をしたロリっ子。部長がロリなんて使うんじゃありません。非常にボリュームがある髪を腰下まで伸ばし、ツーサイドアップのように頭の左右と後ろの毛先を言っていますね。私と同じく髪を洗うのが大変だろうな。街中で会う時はブラック、ホワイトと同じ格好ですが、ポケモンリーグでチャンピオンとして登場する際は、七夕の織姫をモチーフにしたような衣装を着ていますね。ちなみにこの衣装はシャガから送られたものなのですよ。胸元なかなか際どいですけど、シャガさんかなりのロリコン。サイズが少し大きかったんだよ。アニメ版のアイリスと魔法少女マドカマギカの要マドカの声優が同じで、そして衣装がアルティメットマドカに似ていて、戦闘時の背景が宇宙をイメージしたものなどといったことから、アルティメットアイリスで呼ばれることがありますね。子供のような見た目とは裏腹にやはりチャンピオンだけあって実力は本物。
オノノクスは竜の前で攻撃と素早さを上げてくるのが厄介。ターンが経つほど不利になるので、短期決戦に持ち込むべきだぜ。またクリムガン含め全てのポケモンが強制交代技のドラゴンテールを覚えています。そのため向こうは初手から必ず竜舞を積んで時ターン以降高確率で先制を取ってくるのに対して、こちらは、ドラゴンテールの存在により積み技でのゴリ押しをさせてもらいにくいようになってます。ちゃんと対策を練っているところ天才児だな。そう、放っておくと素早さと攻撃力上昇による突破力が無尽蔵に上がり、手がつけられなくなるなかなかの強敵なのですよ。これからさらに成長するとなると本当に楽しみですね。そのいやらしい目つきやめなさい。では、次に紹介する少女なのにすごいキャラはコルニです。ポケットモンスター XY に登場するキャラクターで、4つ目のジムリーダーを務めているよな。名前の由来はおそらくマクドナルドのハンバーガーに入ってるピクルスキュウリのフランス語コルニションでしょう。なんでマクドナルドなんだよ。マリサさんも言った通り、カロス地方のシャラシテジムのジムリーダーで、格闘タイプのポケモンの使い手。勝利するとファイトバッジと技マシン98グローパンチがもらえます。キャッチコピーはエボリューションファイター。私のキャッチコピーはマネーイズグレート。いやさっきゲームセンターで負けてたって言ってたよね。一見ボーイッシュで僕っ子に見えますがコルニの一人称は私なんです。本作で新たに登場するメガ進化に関わるキャラクターであり、旅の途中でも何度も出会いますよ。事務戦も含めると計3回バトルをすることからも重要人物だということがわかりますね。金髪のトライテールで、ヘルメットの前面から2つの髪を出しています。ローラースケートにスパッツとスポーティーな容姿が特徴。ちなみに間違っても我が視聴者の学生さんたちよ。コルニスパッツで検索するんじゃないよ。いやしてくださいって言ってるようなものじゃん。一般トレーナーとして登場するローラースケートと違い、サポーターは身につけていないようです。それはなぜかというと、つけると調子が狂って転ぶためとのこと。ジムリーダーであると同時に、メガ進化に必要なキーストーンを優秀なトレーナーへと渡す継承者としての一面も持っています。おお、少女なのにメガ進化の継承者なのか。メガ進化に必要なメガリングを継承する際のバトルでは、肩書きが継承者のコルニとなり、バトル時のイラストも専用のものになっています。ここのコルニめっちゃくちゃかっこいいんだよな。彼女自身のキーストーンは左手のメガグローブとして身につけているんですよ。コルニのルカリオのうちの一体が主人公側につき、メガルカリオ同士でのイベント戦闘となります。基本的にグローパンチを選択していれば勝てるのですが、メガ進化しても稀に相手が急所に当ててきてノックアウトなんてこともあります。とりあえずメガ進化していれば勝敗に関係なくメガリングはもらえますが、勝ちにこだわるなら念のためにイベント前にセーブしておいた方がいいでしょう。初めてメガ進化できた時めっちゃ嬉しかったんですよね。ああ、3DS のグラフィックを最大限に活かしたい演出だったな。ところでマリサさんの胸もメガ進化してほしいですね。メガ進化しなくても英知はあります。それは盛りに盛りすぎでしょ。さて、ラストはポケットモンスターサンムーン及びマイナーチェンジ版ウルトラサンウルトラムーンに登場したアセロラちゃんですよ。名前の由来は、日霊のアセロラドリンクに使われている果物アセロラ。なんで例えが食品ばっかりなんだよ。アセロラちゃんは子供ながらゴーストタイプを扱うキャプテンです。キャプテンの証は髪留めにつけていますね。古代アローラ王朝の末裔で、廃墟になったショッピングモールの跡地スーパーメガヤスで主人公に試練を課してくれます。結構ホラーなイベントで、子供もギリギリいけるぐらいでよく作り込まれていたよな。またアセロラの特徴として紫髪の少女で、ふにゃっとした猫口が愛らしいんですよ。正確な年齢は不明ですが、主人公たちと身長がほとんど同じくらいなのでほぼ同年代と思われますね。ということは、10代前半ぐらいってことだな。服装は黒や紫の布を継ぎはぎしたようになったデザイン。背中には、SM で初登場したミミッキュの触手によく似た形の飾りがついています。二の腕につけている黄金の腕輪はおそらく古代王朝の遺産だと思われますね。履物はなんとサンダル。かわいいな。その後、新たに設立されたポケモンリーグにてククイ博士が四天王として集めたトレーナーの一人として登場。おお、キャプテンだけでもすごいのにポケモンバトルも優秀なんだな。はじめは口なしが依頼されましたが、彼が拒んだため代わりにアセロラが抜擢されたのです。口なし渋すぎるぜ。アセロラはゴーストタイプを主体としたパーティで攻めてきますよ。悪タイプ技でほとんど処理できますが、闇ラミは苦手なタイプがフェアリーだけな上に、本来ゴーストタイプに有効な悪タイプは当倍とかなり厄介なポケモンです。また Z 技を使ってくる白デスナがエースで結構硬いので注意ですね。もちろん使用するのはゴーストタイプの Z 技、無限暗夜へのいざないです。アセロラ含め、今回紹介された天才児すごすぎるぜ。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな少年少女キャラがいたら教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。